こんにちは。今日はですね、ワーキングホリデーについてちょっとお話ししていきたいなと思います。私たちは今ニュージーランドのクイーンズタウンっていうところにワーキングホリデーで来ています。クイーンズタウンはニュージーランドって北島、南島、あとスチュワートアイランドがあって、その南島の南側に来ています。はい。僕はこっちに来て今7ヶ月目になります。で、私がもう今3ヶ月経っていて、もうすぐ4ヶ月に入るところです。私が後から参加する形で合流しました。以前は客室乗務員をしていたんですけれども、その仕事を退職した時にこの先に何がしたいのかまだ自分の中ではっきりと決まっていない状態でとりあえず退職したので、自分と向き合う時間を作るために私は海が好きなので沖縄に行きました。で、結局9ヶ月間ぐらい沖縄に住んだんですけれども、その時に出会った人たちにワーホリのことをいろいろ聞いて興味が湧いたのがきっかけです。で、英語を伸ばしてみたいと思ったのと、あとは海外で暮らしてみたいなと思ってワーホリに行くことを決めました。で、僕よりもともと英語がすごいできてたので、すごい羨ましい限りですね。はい。で、僕のワーホリをしようと思ったきっかけは、僕はもともとサッカーを15年くらいやってて、で、全く英語とか海外とかに興味がなくて、その興味を持つきっかけがなかったって言った方がいいかな。そういう触れる機会がなくて、でも学生の時にちょっとバックパッカーで十何カ国ぐらい旅した時にちょっと言語必要だなって思って、やっぱ言語がないと目的地には行けるけど、なんか人間同士で得られるなんか宗教の違いとか価値観の違いとかそういうのが得られてないなと思って、ちょっと英語勉強した方がいいなって思って、そこからちょっとずつ英語勉強を始めました。で、それがきっかけでワーキングホリデーに行きながらお金貯めながらちょっと英語学びたいなって思いましたね。今飛行機がですね、クイーンズタウンは結構アクティビティが盛んで、なんかボートとかたまに通ったり、こうやって飛行機もめちゃめちゃ近い。飛行場がめっちゃ近いですよね。飛行場がめっちゃ近い。本当に飛行機のね、出発と到着が見れるし、飛行機好きにはたまりませんね。なんで僕らがニュージーランドでワーキングホリデーを選んだかというと、やっぱりね、ワーホリの選択肢としてはオーストラリア、ニュージーランド、カナダが結構主流だと思うんですけど、僕はすごい自然が好きで、ただ自分を自然の環境に置きたかったっていうのが一番ですね。で、ニュージーランドでもオークランドが多分主流だと思うんだけど、でも南島のこのクイーンズタウンにした理由っていうのはそういうのがありますね。本当に車でちょっとね行っただけですごい大自然が広がってるし、まあ他のね動画を見てもらえば分かると思うんですけど、すごいいい生活をしてるなって思いますね。自然とともに本当に鳥の鳴き声とか、ね、本当にこの自然山が本当に近くて、あとハイキングとか好きな方は本当にいろんな山行けます。めちゃくちゃハイキングコースいっぱいあります。朝とかもみんなこの辺ウォーキングしてたりとかランニングしてる人とかもすごく多くて、で、あとは観光客の方はこの湖でなんかボートに乗ったりとか、ジェットしたりとかパラグライダーとかも、なんか結構本当にいろんなアクティビティがたくさんあります。めっちゃスカイダイビングもあるよねだからワーホリを決める上ではそういうなんかメンタルヘルス的な部分を考えた方がすごいいいと思います。どういう環境に自分を置いたら心地いいのかとか、どういう環境に自分を置いたらいい生活ができるかとか。じゃあ次はエージェントについて説明したいと思います。僕はエージェントを使わずに来たんですけど、でもやっぱ使わないからにはそれなりに自分なりにいろいろ調べてやらないといけないと思います。エージェントにお金を払うんだったら俺は違うところにお金を払いたいから、その分自分でいっぱい調べてっていう風にやりました。ビザの申請の仕方とか、あと語学学校の申し込みの手続きの方法とかも結構日本語でもサイト詳しく載ってたりするので、そういうのを参考にしながら
進めていくと意外とそうねできるんじゃないかなと思います。エージェントを通すとやっぱ融通が効かなくなっちゃったりとかあるっぽくって、エージェントが用意した会社にしか就職ができないっていう、就職っていうか、ね、バイトができないっていう。でもその代わりに多分仕事場とかはちゃんと用意されてるとは思うけど、でも違うところで働きたいなとか、ちょっと普通のレストランで働きたいなとか、そうなるとなんか罰金とか払わないといけないとか、そういうのもちょっと聞いたことがあるから、そうエージェントを使わないで来た方がやっぱ融通は効くし、ね、自分のためにも、ね、なると思いますね。いろいろ調べてっていう過程が、ワーキングホリデーで自分が成長する、一つのねステップだと思いますね。はい。もしエージェント使われる方がいらっしゃったら、その時はその契約の内容とかしっかり確認してから進めていった方がいいと思います。なんか語学学校を出た後にどこの会社で働かなきゃいけないとか、そういうのが決まっているのかどうかとか、その時の期間とか、なんかどういう職種なのかとか、お給料とかしっかりと確認してから契約進めていけば、問題ないかなと思います。でも確実に言えるのは、エージェントを通した方が安心っちゃ安心だね。安心を買うっていう意味で、そこにねお金を費やす価値がね、あるっちゃあると思うね。でも僕らはエージェントを通さずに来ました。でもなんだかんだいけます。問題ないです。全然問題ないです、本当に。はい、次は家探しについて、お話ししていこうと思います。的に主流なのはフラットでね家探すっていうのと、あとアパート、ほぼ無理だけどアパートと、あとなんかホステルとかに仕事をしながらなんか安く泊まれるみたいなのが主流で、一番主流なのは Facebook のマーケットプレイスっていうところで自分らの写真を載せて家探してますっていうのを投稿して、でそこでオファーをくれるっていうのが一番主流のやり方ですね。クイーンズタウンはニュージーランドの中でも特に本当に物件探しが難しくって、賃貸会社とかもホームページに出してはいるんですけど、なかなか通らないのが現状ですね。で、私たちも内見とかも行ったりしたんですけど、その内見だけでも10人ぐらいの方が来てて、その中からそのコーディネーターの方と、あとその家のオーナーが1人選ぶっていう形なので、ほぼ通らないです。なのでこうやってマーケットプレイスとか知り合いのつてとかでみんな家を探してます。で、大体家賃と光熱費込みで450から500ぐらい2人で今払ってます。で、今住んでるお家が涼香にとっては今3軒目のお家になります。そうね、3軒目やね1軒目が、語学学校で用意された、アコモデーションでしたね。でそれはシェアルームで220ドルでしたね。220ドルだから、1万8000くらいか。週で1万8000くらいですね。で2軒目が2人で500だったけど、ちょっといろいろトラブルっていうか、ちょっと海外を感じた部分があって、やっぱドラッグですよね。普通にドラッグを吸うカルチャーが当たり前だから、一緒に住んでた人が家の中で結構ドラッグを吸ってて、で帰ってくるたんびにドラッグくせーってなって、ちょっとパーティーハウスっていうのもあって、ね、そういう意味でちょっとすごい嫌だったので家を買いました。で、今住んでるお家はすごい穏やかでみんないい人で、今もフラットに住んでるんですけど、今はブラジルの方と、あとイギリスの方と、あとキウイの方と、で私たち2人とワンちゃん1匹みんなで暮らしてます。平和だよねマジでそうね、そういう意味で、ね、日本じゃ起こらないことやん、そういうドラッグがどうのこうのとかさ、そういう意味で素晴らしい国だなって思ったのと、ね、日本がねお互いがリスペクトして生活していける日本人は素晴らしいなと思いましたね。本当に自由だからいいなって思うことがあると思うんですけど、結構自由すぎる部分もあるし、もう日本人の素晴らしいリスペクト精神はこっちに来てすごいなって思いましたね、本当に。次は仕事探しについてお話ししていきたいと思います。こっちでは、自分の履歴書 CB っていうんだけど、 CB を持って
その自分の働きたいなって思ったレストランに直接渡しに行くのが主流ですね。自分で行ってマネージャーいるかどうかって聞いて、マネージャーと話して、じゃあ働くかみたいな感じなのが主流ですね。すごい勇気いるけど、すごいね、心臓バクバクだけど、すごいめっちゃいい経験になると思います。本当に履歴書を渡したら、まずトライアルの日程っていうのを調整します、マネージャーと。でそのトライアルっていうのは、その雇う側にとってもこの子を雇っていいのかっていう判断と、あと私たちにとってもそこの場所が本当に合ってるのかっていう意味で、お互いにとって大丈夫かっていう確認の意味でトライアルを1日だいたい3時間くらい、なんかお試しの働く期間みたいな感じでやってます。でそのトライアルでお互いに合意が出れば、その後採用に進んでいくっていうのが主流ですね。自分がどういう雇用形態の仕事を探してるのかっていうのをCV 渡す時にきちんと伝えておいた方がいいと思います。カジュアルなのかパートタイムなのか、それとももうそこのお店一本でフルタイムで探してるのかっていうのを伝えて確認した方がベストですね。そうね。俺が来た時はハイシーズンですごい仕事が見つけやすかったから、今は、ローカルレストランと、アジアレストランで2つ掛け持ちしながらやってますね。私が着いた頃はもうシーズンが終わってて、冬に差し掛かる冬に差し掛かる頃だったので、仕事探し結構難航しました。結果何軒か行ってやっと1軒、いいところが見つかったので、そこで私は1本で働いてます。で2人とも夜メインで働いてるので、朝からだいたい4時ぐらいまでは自分たちの自由時間でいろんなところ行ったりとか買い物したりとかしていて、5時ぐらいから11時とかまで働いてっていう生活をしています今。でもそうなんですけど、お給料もシフトも全部こっちは週払いだし、週ごとにシフトが出るような仕組みになっています。で、大体お給料は24ドルから26ドルぐらいが一般的だと思います。普通のレストランとかでも。日本円では2000円くらいですね。1時間2000円で、ホリデーは 1.5 倍でもらえます。だから6時間働いたら9時間分みたいな感じですね。それにチップが加算される感じですね。多分ニュージーランドのクイーンズタウンだけチップ制度があるので、週で、僕の場合週でよくて1000ドルくらい稼いでます。1000ドルだと週で8万くらいかね。チップ込みで、チップ込みで8万くらい。そうですね。お金は貯まりますけど、でもそこが目的じゃなくて、そこも目的だけど、なんかレストランで働くと英語を話す機会がやっぱいっぱいあるから、お互いこうウェイターとウェイトレスで働いてるから、もう毎日こう喋れなきゃいけないし、ね、すごい英語を使う機会がいっぱいあるからね、そういう環境に自分の身を置くことはすごい大事だと思います。せっかく来たからには。ニュージーランドで働くメリットの一つとしては、すごい多国籍な環境に自分を置けることだと思います。私たちが働いてるレストランでも本当にイギリス人9位の方ももちろんいらっしゃるし、アメリカ、オーストラリア、あとヨーロッパの人もすごい多いです。イタリアとかフランスとかドイツとか、いろんな国の人と働けるので、すごい刺激的でもあるし、あとはいろんな国の英語を聞く耳もすごい慣れてきます。そうね。僕も1個のレストランの方はウルグアイ人とインド人と、オーストラリア人2人3人だ。オーストラリア人3人とニュージーランド人3人と働いてます。本当に最初は何言ってるか分かりませんでした。本当に2ヶ月3ヶ月すればだんだんとそうね、分かるようになってきます。分かるように慣れてくると思います。本当になんかジョークとかめっちゃ挟まれると本当に何言ってるか分からないんですけど、何言ってんねんみたいなはい、じゃあ最後に、ワーホリについて行こうか行かないか迷ってる方がいると思うんですけど、僕的にはすごいワーホリはすごい価値があるものだと思います。こんな大自然のクイーンズタウンで住めるっていうのもすごいことだし、あと1時間車走らせれば世界一の星空があったりとか、なんか働く
だけとかお金貯めるだけではなくって、いろんな経験ができるのがすごいワーホリのいいところだと思います。はい、僕的には、ワーホリは30歳までしか行けないっていうのが、あるので、まあ、時間が、決められてるっていう、はい、だから待ってる暇はないと思います、本当に。はい、まあ、でも、日本でそういうビジネスを学びたいとか、そういう人はちょっと向かないかもしれないですけど、何か日々の生活にちょっと、なんか新しい刺激が欲しいなとか、ちょっと環境を変えてみたいなとか、そういう人はすごい合うと思います。何もかもが新鮮で、まあ、言語も新鮮だし、普通の会話もできないっていうのがすごい新鮮なので、そういう意味で来る価値はあると思います。あと一番は英語を学べるっていうのがすごいでかいと思います。やっぱり英語は全世界の人が喋れる言語だから、それを喋れることによって全世界の人とコミュニケーションが取れるっていう、ね、世界のことをちょっとでも知れるって、ただそれだけで僕はすごいね、人として大きくなれると思います。はい、それが英語喋れたからってなんかね、僕はなんかトイックを受けてとかそういうのはあんま考えてなくて、ただ人として大きくなれる、ね、機会だと思うので、ね、多分ワーホリ終わった後何をしようかなとか多分めちゃめちゃ思ってる人はいると思うんですけど、そんなことは多分今は分かりません。はい、本当にもしワーホリが終わって普通に帰るってなって、ね、でもみんなにさ、こう海外はこうでこうですごいこういうのがきつかったんだよねとか、そういう話するだけでももう人として成長してるので、まあ別にね、そのワーホリに対しての不安とかは何も抱かなくていいと思います。本当にとりあえず来てみて、自分が何を感じて、ね、どう思うか、日本についてどう思うか、海外についてどう思うか、それを考えれる機会だと思えば全然いいと思うので、ワーキングホリデーについて何か質問があればコメントしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。